東京町探検です。今回のテーマは江戸の上水道玉川上水の余った水を流した余水簸です。消えた水路の痕跡を探し歩きながら水路と土地の歴史との意外な結びつきを紐解きます。どうぞご覧ください。甲州街道の四谷大木戸跡です。右に見える道が甲州街道ですが、この真ん中に大きな木戸がありました。大木戸は江戸の防衛と治安維持のため、江戸の入り口であるここ四谷に設けられたもので、夜間は木戸を閉めて甲州街道の通行を遮断していました。江戸時代も後期になると大木戸は撤去されましたが、地名は今でも残っています。今回のテーマは渋谷川の流れをたどることですが、渋谷川の源流の一つがこの近くにあります。これは江戸市民の飲料水を流していた玉川上水の管理施設、水番所です。大木戸はここですからすぐ隣にありました。上水は絵図の右から流れてきて、ここでゴミを取り除き水量を調節し、この先は地下の水道管に導かれました。水を安定供給するため、玉川上水には常に必要量を上回る水が流れていたようです。余った水は絵図の上の方に作られた堀に流していました。この堀を余水簸と言い、ここを流れる余水が渋谷川の源流の一つになりました。今回はこの余水簸をたどっていくことにします。玉川上水や水番所については前の動画でお話ししておりますので、まだご覧になっていない方はぜひそちらもご覧ください。画面右上のカードや概要欄にリンクを貼っております。大木戸跡から南に向かい住宅地に入ってきました。袋小路の突き当たりまで進むと、これが余水簸です。この金網は前の動画で余水簸を見た場所で、この20メートル先に水番所がありました。余水は奥から手前に向けて流れていました。ほんの2、30年前までここには常に水が流れており、子どもたちの格好の遊び場だったそうです。右手の塀の奥は新宿御苑です。その敷地に沿って流れていました。余水簸の中は立ち入り禁止ですので、道路を迂回してこの先をたどりましょう。この辺りの住宅街や新宿御苑の大半の土地は、江戸時代は信州高遠藩内藤家の下屋敷でした。ご当主の内藤さんは今も近所にお住まいのようです。大きな欅が2本立っています。奥に続く新宿御苑の緑と一体になり、武蔵野の景観が残されています。新宿区立内藤町欅公園です。この欅は長く地域に親しまれてきましたが、土地の所有者が変わり失われる懸念が生じました。しかし住民の熱意と努力で現在の姿を保つことになり、新宿区が土地を取得し公園に整備したそうです。公園の前がたまたま空き地になっており、余水簸の方向を望むことができます。左右のお宅のすぐ裏手に余水簸があるはずです。正面は遠野峰内藤神社の建物、その隣は内藤児童遊園です。この辺りの住宅地と新宿御苑の大半、つまり江戸時代の内藤家の屋敷跡は現在も新宿区内藤町です。児童遊園の一角に鉛筆の碑があります。
ここは三菱鉛筆の前身の一つである正木鉛筆製造所の創業の地です。この工場の動力は余水簸の流れを利用した水車だったそうです。児童遊園と敷地を接して遠野峰内藤神社があります。この神社は元は内藤家の屋敷神でした。内藤家は藤の字が使われていることからわかるように、出自は藤原氏です。藤原氏の始祖である藤原の鎌足りを祀った奈良遠野峰から誕生したそうです。徳川家康の古くからの家来であった内藤清成は、鷹狩りのお供をした折に、馬で一息に回れるだけの土地を与えると言われました。清成は春明にまたがり、広大な土地を一息にかけ、そこを拝領しました。しかし春明はそのまま息絶えてしまいました。その春明の功労を祀る春明塚の日です。その隣に立つのは神明殿です。内藤清成が乗ったのは足の速い優れた馬、春明ですが、こちらは神が乗る馬、神明です。生きている馬ではなく、白馬の像が収められています。余水簸の痕跡を探して、さらに南へ向かいます。出会った道は外苑西通り。この道を私の背中の方向に戻ると、スタート地点の四谷大木戸跡に行き着きます。やがて右側に余水簸です。きれいに残っています。画面右奥から流れてきて、ここで直角に曲がり、トンネルに入ります。トンネルの先にも続いているようです。早速その先を見に行きたいところですが、この場所は伝沖田総司逝去の地です。新選組の沖田総司が結核の療養のためにかくまわれ、そこで亡くなったとされる植木屋平五郎の屋敷がこの辺りにあったそうです。さて、余水簸です。2、30年前までは水が流れていたというだけあって、わかりやすく残っています。余水簸の中に立っているのは交番です。交番の奥にもつながっています。この先、余水簸は道路の下を斜めにくぐっています。石の欄干の下に穴が開いており、木の板で塞がれています。道路の向こう側にも欄干が見えます。外苑西通りを渡り、反対側の欄干の場所に向かいます。これが欄干です。こちら側も余水簸の痕跡をとどめています。
ゆるく右に曲がりながら建物の裏に回っています。左手は擁壁になっており、土地が一段高いようです。その裾を流れていたようです。四水橋の後をさらに追いかけます。左手を流れているはずですので、左に曲がります。奥の方に先ほどの擁壁の続きが見えます。あの手前を流れていたはずです。この金網越しにも見えるでしょうか。ここからも見えました。ここではすぐそこに擁壁が見えます。四水橋は奥から流れてきて、右に見えるシャッターの閉まった小屋の方へ流れていました。この辺りでは四水橋は埋められています。左手は小学校なのですが、校舎は少し高いところに立っています。四水橋はこの庭のような部分を掘り下げて作られていたと思います。道は上り坂で左にカーブしています。四水橋は基本的に右前方に向かうので、どこかで交わるはずです。その交点はどうなっているのでしょうか。ここまでは金網のすぐ向こう側を流れていたはずですが、ここで行き詰まります。そこで道路の反対側に目を移すと、それらしい空間があります。あちらに行ってみましょう。道を渡って先ほどまでいた場所を見ています。四水橋は矢印のところで途切れました。振り返ると、こちらに続いていました。四水橋は道の下をくぐっていたのです。四水橋が向かう先には中央線の土手があります。そのあたりはどうなっているのか探りに行きましょう。四水橋は公園になっていました。そしてその先は今車が止まっている方に続いていたと初めて来た時には思いました。しかし足元を見ると、ここに縁石があり、車が止まっている場所と四水橋とは隔てられています。それどころか四水橋は左に曲がり、中央線の土手に突き当たっています。この先、四水橋はどうなっていたのでしょう。連続ドラマの終わり方のようで申し訳ありません。この続きはぜひ次回の動画でご覧いただくようお願いし、今回歩いた道と四水橋の流路を地図で確かめます。玉川上水は新宿御苑の北の道のところを西から流れてきました。水番所はこの辺りにありました。四谷大木戸はこの交差点にありましたからすぐ近くでした。玉川上水はここから地下に潜って甲州街道の下を流れていきました。四水橋が流れていたのはここです。赤い道を歩いてきた私は、ここで今回の動画では初めて四水橋に出会っています。この後は住宅の裏側と新宿御苑との間を流れていました。内藤児童公園には鉛筆の火がありました。ここにあった工場は四水橋の水で水車を回して動力に使っていました。
ここからやや東寄りに進路を変え、この場所で2回目の出会いがありました。沖田総司逝去の地の説明版のところです。ここからは外苑西通りに沿ってしばらく進み、その下をくぐり抜け、擁壁の裾を流れて、小学校の校舎前に出てきました。三度トンネルをくぐり、中央線の土手に突き当たりました。この先はどのように続いていくのでしょうか。また他の支流からの流れ込みはないのでしょうか。次の動画で探検していきます。ぜひご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価をお願いいたします。次の動画でまたお会いしましょう。